今回は金消しに色付け動画シリーズ、2017年にリリースの金消しプレミアムボリューム4シリーズからステカセキングをペイントします。いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。金消しプレミアムボリューム4驚異の続々襲来の巻。2017年11月にプレミアムバンダイ発送の予約商品でした。このパートでは筋肉マン、ミートくん、ウルフマンの新造形、今回のステカセキングなど悪魔超人も数体ラインナップされました。まずは塗装前の状態です。デザインは当時の初代アニメ版他にあるステカセキングの造形に比べ多少スリムに見えます。塗装後のレビューを先に。彩色は初代アニメカラーに寄せて若干ライトな色をチョイスしました。平面が多く簡単に見えて色分け箇所も細かく、結構難易度が高いのがステカセキングのペイントです。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬け込みを一晩から2日して可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずパレホのモデルカラーライトフレッシュを塗りました。よく下地作りに使っているかなり白に近いフレッシュカラーです。一手間ですが、この下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。全面に模型用の平筆で一気に塗るので 2,3 分あれば下地はできてしまいます。下地の完全乾燥の後、本格的に色分けスタート。今回は目や口の縁取り、側面のボタン、腕部、脚部に使ったライトな青、ゲームカラーのグレイシャーブルーから塗装を始めました。隠蔽力は強めのファレホですが、ライトなカラーはやはり難しい。塗っている間に乾いた箇所を上塗りしていくように重ねて徐々に色をのせました。塗料は水性アクリルのファレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ、効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。今回のステカセキングは7人の悪魔超人の1人で、超人強度は250万パワー。ラジオの機能も持ち、必殺技は地獄のシンフォニー。あらゆる超人の技を再現できる超人大全集の再生で筋肉マンを苦しめました。2色目は黒です。ゲームカラーのブラック、フェイス、ボディの一部、脚部、足についているヘッドフォンにも使いました。標準的に使っている扱いやすい粘性の黒カラーです。隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。広い面積は筆で塗りに行ってしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。そしてボディ、コスチュームには水色、ゲームカラーのサンライズブルーを使用しました。下地の白が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。最初薄く色をのせて面積が広いので塗ってるうちに乾いてくるんで、そこに色をのせていくという流れで作業を繰り返しました。目はモデルカラーのディープイエローを使用しました。色分けが細かくなってきました。極細筆で丁寧に色を入れていきます。ボディの一部、背中の超人大全集には紫です。ゲームカラーのラストフルパープル。ライトなカラーですが、このカラーは隠蔽力強く扱いやすい。そしてショッタランドセル、ボディの一部にゲームカラーのソンブルグレーを使いました。
こちらも下地が効いて色はスイスイ乗りました。かかった時間は約50分の塗装でした。最後に赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。口、手、膝についたヘッドボンにこの赤が入って一気に全体が締まります。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペンクリアを全体に吹き付け乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで今回は筋肉マン金消し塗装金消しプレミアムボリューム4からステカセキングを水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。